はじめに、スバル車大好きな皆さん、模型作りが大好きな皆さん、寺ヨーダです。どうぞよろしくお願いします。第94号も特に難しい組み立てではありませんでしたが、作業中に気がついた点をご紹介。また、小ネタは過去からスバルのミニカーを集めてますが、その中で今回はレボーグのミニカーをご紹介。それでは、早速始めたいと思いますが、その前に、励みになりますので、コメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。第94号制作。いつものこの動画のお約束ですが、冊子の組み立て説明と公式動画は事前にご確認ください。また、今回は冒頭の通り、特に難しい組み立てはありませんでしたので、作業中に気がついた点を2点ご紹介。1点目は3番の説明でパーツをネジ締め固定しますが、ネジの締め込みが特に硬いわけではありませんでした。ですが、締め込み中にドライバーの先を滑らせてしまうと、リアウイングに傷がつきそうでしたので注意が必要です。2点目は5番、7番でパーツをはめ込み固定しますが、今回は特に苦戦することなくはめ込みができました。また、はめ込み後の保持力も特に問題ありませんでしたので、今回は接着固定してません。以上の2点が今回の組み立てで気がついた内容となります。小ネタスバルミニカーレボーグ編。今回の小ネタは過去から集めているスバルミニカーの紹介ですが、少し台数が多いので車種別に分けてご紹介。ということで、今週は思い出もあり1分の1のオーナーでもあるレボーグのミニカー7台を順に紹介したいと思います。1台目は最近お目にかからないディーラーの試乗記念品のぶつからないミニカーです。2台目は1分の1実車 STI エアロセット購入特典のミニカー。レボーグが VM から VN の新型に変わった時の特典です。もちろんミニカーも STI エアロ付き。3台目はトミカのミニカー。多分これはレボーグ初号機の VM 版だと思います。ボンネットだけ開閉可能です。4台目は同じ VM ですが、トミカショップ限定のドクターカー仕様。もちろんこちらもボンネットの開閉が可能。5台目は現行 VN タイプのミニカー。残念ですがこれはどこも開閉できません。初回限定色は売り切れで入手できませんでした。6、7台目はディーラーの来店特典。どちらの色かは忘れましたが、このミニカーをもらいに行ったとき、1分の 1VM レボーグの契約書にサインをしてます。以上がレボーグミニカーの紹介となります。次回も引き続き
スバルのミニカーをご紹介したいと思いますので、チャンネル登録と通知をオンにしてお待ちください。最後に、いかがでしたでしょうか？お楽しみいただけましたでしょうか？次回も簡単組み立てのようですが、引き続き小ネタも紹介していきますので、ぜひ次回もご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴お疲れ様でした。